こんにちは、ゆらここです。今回は私が自分で使いたいマイポーチを作りたいと思いましたので、サイズとかポケットなどの仕様を好きなように変えられるポーチの作り方を考えてみました。3種類のポーチがあります。これは、自分が入れたいものを元に大きさを決めて作ってみました。こちらはサニタリーポーチにしたかったので、これがちょうど入る大きさ。こちらはマスクと通帳を入れられたらいいなと思ったので、マスクと通帳が入る大きさになってます。で、こちらのポーチは簡単ですごいシンプルなんですけれども、こちらはアレンジをしています。ここはティッシュが入るようになっていて、こちらはポケットを増やしています。外にも外ポケットがついてます。こちらは外にファスナー付きのポケットをつけてて、内側はポケットをつけました。これを逆にしてます。で、こちら側は縦向きのポケットを2つつけています。いろいろアレンジをしていますが、これはご覧になってわかるように、それぞれのアレンジは場所を移動することが可能です。例えばこれはファスナーがここについているけれども、内側につけたりとか、あとここにあるティッシュケースですね。これを例えば内側じゃなくて外側につけたい。そういう場合もアレンジの移動が可能です。それで見ていただくと分かりますが、これは基本構造が全部同じです。両開きになっていて、両方にポケットがついている。これもそうです。両開きになっていてポケットがついている。アレンジはありますがこれも同じです。両開きになっていてポケットがそれぞれ一つついている。これ構造が同じなので縫い方が全部同じです。パーツのアレンジはそれぞれありますけれども、パーツは部分的にそこだけを作ればいいので、大元の縫い方は変わりません。作りが分かればアレンジするのはそんなに難しくないと思います。基本になるのはこの一番シンプルなタイプのポーチです。この縫い方が分かれば他は全部同じように作れるので、今回はこの一番シンプルなサニタリーポーチを使って基本の製図の仕方と縫い方の説明をしていきたいと思います。ではまず製図の仕方から説明していきます。一番最初に決めるのは自分が何を入れたいかですので、今回はこのサニタリーポーチの中身ということでこれを置いて、この大きさを一番に決めます。これはポーチを平置きに置いた時に2つに畳んで平べったくなった状態の大きさです。これを測って作ると、この大きさ10センチから10センチの大きさに今回はしました。で、次はこれが決まったら大元の大きさが決まりますので、次はこう広げた時にこちら側の部分になりますが、
これはもちろんこれと同じ大きさのものを書き足すんですけれども、この間に厚み分が必要になります。ここの部分。これを厚み分を足したものを書き足してやります。今回は厚み分を1センチとしています。これとこれが同じで。わかりやすいようにアルファベットをつけておきます。そして次にこう開いた時にこちら側にポケットがあります。これは A サイド側についているポケットっていうことで A ポ。で、このポケットの深さも自分で好きなように決めてください。私は今回は9センチにしました。A ポです。で、今度こちら側にもポケットが裏側にありますので、今度これを B 側のポケット B ポで大きさをこちら側8センチで決めましたので、これを書き足します。これで型紙のベースはできました。これに周り1センチの縫い代をつけたら型紙が完成です。周りに1センチ縫い代をつけて作った型紙がこちらのピンクの型紙になります。これで型紙は完成です。最後に縫製の時に必要になりますので、仮止めの位置を記しておきます。仮止め位置っていうのは A と A ポケットの間を折りたたんで、ここの縫い代がない出来上がり線が来る、ちょうど来るこの線の位置です。こちらはやっぱり同じで、こう置いた時、ここの B と B ポケットの間の線で出来上がり線で折り返して、この縫い端が来る、この4つの点を記しておきます。それとあと、これは表布の型紙です。裏布の型紙については表布と全く同じですので、裏布の型紙を作る必要はありません。それとこれ見ていただいたら分かりますけれども、このグレーの生地が裏布になります。こちら側のポケットの内側と、ここの見えるのはこの部分だけです。いろんなアレンジを加えるときに、アレンジを加える箇所は全部この表布の箇所になりますので、裏布については考える必要はありません。次に縫い方の説明です。表布、裏布、同型で1枚ずつ裁断します。そして表布の方に最後につけた仮止め位置の印をつけておきます。
表布の裏側に薄く縦線を引いておくときれいに縫えます。表布と裏布を中表に合わせます。両端を端から1センチのところの縫い代で縫い合わせます。それと仮留め位置にステッチを2本かけておきます。こちらの仮留め位置のステッチですが、これは後でほどきますので、一番大きな針目で縫っておきます。ステッチがかけ終わったら、今度は両端に手を入れて広げて、端の縫い目を仮留め位置のステッチに重なるように畳みます。重なった箇所を手で支えながら表布、裏布をこういう感じで重ねて待ち針で留めておきます。反対側も同じようにします。上下を1センチの縫い代で縫います。最後に表に返すので返し口を1箇所開けておきます。仮留め位置にかけたステッチをほどきます。返し口から表に返します。